私たちは今 AI の進化によって目まぐるしく変化する時代の真っ只中に生きています。実はこれからやってくる未来は、これまで外側の評価や肩書きに縛られて苦しんできた人たちが最も生きやすくなる素晴らしい時代だと脳と意識を探求するネドジュンさんはおっしゃいます。今日はネドジュンさんの最新の視点から肩書きが機能しなくなる理由、お金を稼ぐ必要がなくなる未来、そしてなぜ好きという感覚が人類の進化の鍵を握るのかをわかりやすく解説していきます。この動画を最後までお聞きいただくと、左脳的な正解を探す焦りから解放され、あなたの内側にある本当の安心感にシフトできるようになるかもしれません。画面はあまり見ずにリラックスして瞑想的にお聞きください。まず私たちが社会で安心と信じてきたものが今根底からひっくり返ろうとしています。これまでは大企業の重役、投資の成功者、あるいは高い専門性を持ったエリートなど、誰の目にも明らかな肩書きや実績を持っていることが成功の証であり、その人の価値を示す看板でした。しかし AI が仕事の中心に入り込んできた今、その看板そのものが急速に色あせ始めてきています。なぜなら AI は人間が何年もかけて身につけてきたスキルや判断力を一瞬で学習し、誰よりも正確にこなせてしまうからです。効率、成果、正確さといったこれまで左脳社会が重視してきた指標では、人間はもう太刀打ちできなくなっています。これからは、私は過去にこれだけ素晴らしい実績を残してきましたという説明が以前ほど力を持たなくなります。外側から貼られた肩書きや評価に依存して安心を得る時代は終わりに向かっているのです。こうした変化の中、一度きりの人生、好きなことをしようといった言葉も以前よりも頻繁に聞かれるようになりました。肩書きや役割に依存できなくなるなら、自分の内側に安心の軸を見つけなくてはならない。そんな空気が社会に漂い始めているのかもしれません。長い間役割や仕事を優先して生きてきた人にとって、急に自分のために時間を使っていいよと言われても、すぐに切り替えることは難しい。スケジュールが空いているとそわそわしたり、何もしていない自分に罪悪感を覚えたりするのは、実はごく自然な反応です。特に私たち日本人は、時間は人の役に立つために使うもの。自分の存在意義は役割を果たすことで証明されるものという感覚が日常の中で骨の髄まで刷り込まれています。海外のリゾート地にバカンスに行っても、ただ海辺でぼーっと本を読むことができず、ついつい予定を詰め込んでしまう。なんていう日本人らしい行動にもその感覚が現れています。でも、これから始まる未来を生きるために最も大切なこと、それがあなたの何が好きかという感覚なのです。ここで大切なポイントがあります。それは好きと得意を混同しないことです。ネドジュンさんはご自身の体験を交えてこのように説明しています。ネドジュンさんは現在多くの人の前で講演をしたり、本を執筆されていますが、実はこれは好きだからやっていることではないんだそうです。もちろん嫌いでもないんだそうです。周りからよくペラペラ喋るねと呆れられるほどなので、それは得意なことにあたります。では、ネドさんの本当に好きなことは何かというと、それは神様からの情報に触れることなのだそうです。皆さんのために誠心誠意、情報を解説していると、新しいビジョンが内側に届く。それが見えた瞬間、手が震えるほどワクワクして、布団から飛び出してパソコンを立ち上げずにはいられなくなる。
体の感覚の中で情報がどんどん解凍されていく。この世界の謎解き、神秘に触れるドキドキ感こそが、ネドジュンさんにとって好きの塊であり、大好物なのだとおっしゃいます。得意なことの中に自分の本当の好きが隠れている。今までは資本主義のルールの中で、好きとお金を稼ぐことが最優先され、純粋な好きは後回しにされてきました。しかしこれからの未来は違います。なぜなら、もうお金を稼ぐ必要がなくなるからです。シンプルな好きに夢中になること、それこそが私たちの神経系を進化させる鍵になります。時間を忘れて何かに没頭し、自分に好きという栄養をたくさん与えてあげる。その生き生きとしたエネルギーが本人を進化させ、その姿が周りを助け、結果として人類全体へ進化が広がっていくのです。これは好き勝手な自由ではないのです。自分が進化するスイッチに真摯に真面目に向き合うということなのです。ここでサノはこうつぶやきます。でもどれが正しい好きなの？間違いたくないよと。ネドさんははっきり言います。もう正解を出そうとしなくていい。AI は人間の左脳の延長線上にあるものです。考えること、分析すること、計算して答えを出すことはすべて AI がやってくれます。では、人間に残された唯一の役割とは何でしょうか？それが感じて選ぶということです。これまでの社会は学校でも会社でも間違えないこと、正解を出すことが何より価値があるとされてきました。なぜなら昔は正解を知っている人が少なく、情報が希少だったからです。しかし今、AI は正解を早く大量にそれっぽく、しかも常に新しく更新し続ける状態を作ってしまいました。その結果、私たちはどうなったでしょうか？情報が溢れすぎて、どんな選択をしても、本当にこれで良かったのかな？もっといい答えが他にあるんじゃないかな？と、常に未完了感や不安を抱えるようになってしまいました。皆さんが感じるそのしんどさは、決断力がないからではありません。正解が溢れすぎた時代の副作用なのです。AI が私たちから奪ったものは仕事ではありません。正解を出せば安心できるというかつての古いシステムです。正解を出しても特別感はない。正解は AI がいくらでも出してくれる。そんな時代に最後に残るもの。それこそが自分はどう感じるか、どちらが心地いいかという右脳的な感覚です。こればかりはどれだけ AI が進化しても絶対に真似することはできません。だからこれからは感じる力を持った右脳的な生き方をする人が圧倒的に生きやすくなる時代なんです。外側の評価を手放し、何もしない時間を恐れず、ただ自分の心地よさや純粋な好きにエネルギーを注いでいく。あなたの内側にはすでに最強の羅針盤が備わっています。あなたの内側にあるシンプルな好きは何ですか？最後に内側を感じる時間をお過ごしください。今回もご視聴ありがとうございました。